こんにちは。今日はひし形模様のバッグを作っていきます。太い綿の糸を使って編んでいくので、とても可愛いバッグになります。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソー産のリサイクルコットン 100%、極太で色はホワイト。使用かぎ針の目安は8号。これを8号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず底を作ります。底は楕円形にします。鎖を編んで、その周りを細編みで何周か編んでいきます。この最初の鎖の数について、私は今回鎖を17でこれぐらいの大きさ、だいたい18.5 ぐらい。これは中ぐらいのサイズのバッグになります。これは試しに編んだもので、小さいサイズ。このサイズはだいたい16センチ。小さいサイズのバッグは鎖14。鎖14で小さいサイズになります。中ぐらいは17。もう少し大きなサイズにするときには鎖23。お好みのサイズにします。私はこの鎖17で編んでいきます。鎖編みをします。この鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数になるまで編んでいきます。必要な数の鎖を編んできました。1周目を説明します。1周目はこの鎖の両端に細編み3つ。これが最後の鎖。ここに細編み3つ編んでいきます。こっちの端の鎖にも細編み3つ。これで1周します。スタートするのはここからスタートします。まず2つ編んで、端では1、2、3。最後にこの1つ。これをプラスして楕円形にします。細編みをするので鎖1つ。1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、かぎ針から1、2、これが1つ目。1つ目にマーカー。同じところにもう1つ。これで端の鎖に細編み2つ。次から1つに1つずつまっすぐ編んでいきます。このまま端まで編んでいきます。この最後の鎖の手前まで編んでいきます。端まで来ました。端の鎖に細編み3つ。まず1つ目。次は2つ目。2つ目を編むときに、この糸端を向こうに寄せておきます。これで2つ目。次は3つ目。3つ目を編むときには、この糸端を手前に持ってきます。これで3つ目。端の鎖に1、2、3。次から1つずつ。まず、隣。この糸端は編みくるんでいきます。このまま端の手前まで編んでいきます。端まで来ました。最後はここに細編み1つ。ここは
こっちで見ると、この部分一周して最後にこの端に細編み一つ、この一つ目の細編みの入っているところ、ここに最後の細編み、これで端の鎖に細編み3つで、一つ目の細編みに引き抜きます。引き抜きます。今引き抜いた糸、ここにマーカーをつけておきます。できればこっちと違う色。次は2周目。2周目はこっちで見ると、この一つの細編みに2つ細編みをします。ここにも2つ、ここにも2つ、2つ、2つ、1周編んで最後の細編みにも2つ。これで楕円形を作ります。スタートするのはここから。今糸が出ているところ、鎖一つ、根元に細編み一つ目、同じところにもう一つ、これで一つに二つ、次も二つ、1、2、次からは一つずつまっすぐ編んでいきます。このまま端まで編んでいきます。端まで一つに一つずつ、この端の鎖に編んだ3つ、ここには2つ、2つ、2つ、これと同じように編んでいきます。ぐるっと編んで最後のここぐらいまで編んでいきます。2周目の終わりまで来ました。マーカーの手前に細編み2つ、まず1つ目、次は2つ目、これで2つになりました。1つ目の細編みに引き抜きます。ここには細編みを編まずに1つ目の細編みに引き抜きます。今引き抜いた糸、ここにもう一度マーカーをつけておきます。次は3周目。3周目は今2つ編んだところ、ここを3つにします。なので1つと2つ、これで3つにします。この部分も3つにします。これで3つ。こっちまで編んで、ここでも3つにします。この順番はどちらでも大丈夫です。一周して最後も1つと2つ。これで1つずつ増えました。で、ここからスタートします。まず鎖1つと根元に細編み、これが1つ目。次は2つ、これで3つ。次もまず1つ、次を2つ、1、同じところにもう1つ。これでカーブができました。次から1つずつまっすぐ編んでいきます。このまま端まで編んで、この1つに2つ編んだところ、
ここ1つと2つ、次もこの2つを1つと2つ、ここも1つと2つで1周してここまで編んでいきます。3周目の終わりまで来ました。マーカーの手前には細編み2つ、この2つを3つにします。まず1つ目、次を2つ、1、2、これで3つになりました。1つ目の細編みに引き抜きます。これは外して1つ目の細編み、今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。これで3周目が終わりました。次は4周目。4周目はこの3つを4つにします。例えば1、2、1、これで4つ。次もこの3つを4つにします。1、2、3、4、4つになりました。こっちも同じ。ここを4つ。これで1周します。まず鎖1つ、根元に細編み。次を2つにします。この2つにする順番はどこでも大丈夫です。これで2つ、次を1つで、この範囲で4つになりました。次またここで4つにします。まず1、次を2つ、この範囲で4つになりました。また1つずつ、端でも3つの部分を4つにします。で1周編んでここまで編んでいきます。4周目を編んできました。マーカーの手前に細編み3つ、これを4つにします。1、次を2つ、同じところにもう1つ、次を1つ、これで4つになりました。1つ目の細編みに引き抜きます。この引き抜いた糸にマーカーでもう1周編んでいこうかと思っています。これは何周編んでも模様が出来上がる数になっています。4周目はこの4つ編んだところ、ここを5つにします。1、2、3、4、5。なのでどこかを2つにします。こっちも5つにします。鎖1つ、根元に細編み1つ、4つのうちのどこかに2つ、どこでも大丈夫です。もう1つ、これでこの範囲に細編み5つ、またこの4つを5つにします。1、同じところにもう1つ、次を1つ、これで2つ増えました。次からまっすぐで、またこっちでは5つで1周してここまで戻ってきます。
5周目の終わりまで来ました。マーカーの手前に細編み4つ、ここに1つ増やします。トレカを2つにします。最後を2つにしました。でここは取って1つ目のマーカー、これで底が出来上がりました。5周編んできました。長さは 18.5 センチ、縦は7センチ。これで底が出来上がりました。次は側面を編んでいきます。側面の1周目、鎖1つ、根元に細編み、マーカー。次は足元1つ飛ばして2つ目、長編み3つ、1、2、まず1つ目、2つ目、3つ目、次は足元1つ飛ばして2つ目に細編み、細編み、次は鎖5つ、1、2、3、4、5、足元1、2、3、4つ目、細編み、これでアーチができました。長編み3つとアーチ、次また長編み3つ、足元1つ飛ばして2つ目、長編み3つ、1、2、3、足元1つ飛ばして2つ目、でまた同じ1、2、同じところ、これで長編み3つが2つ、足元1つ飛ばして2つ目、2つ編んだら次はアーチ、鎖5つ、1、2、3、4、5、足元1、2、3、4、長編み2つとアーチ、また長編み、長編み3つが2つできたら次はアーチ、1、2、細編み、1、2、3、4、5、1、2、3、4、これでアーチができました。次も同じ
次はまた長編み3つ、その次はアーチ。これを繰り返して1周します。1周目の終わりまで来ました。今長編み3つ編んだところ、1つ目の細編みに引き抜きます。これで1周目が終わりました。次は2周目、鎖3つ、1、2、3、根元に長編み1つ、次の長編み3つ、真ん中に細編み1つ、これで鎖3つと長編み1つ、細編み。次はアーチにアーチを作ります。まず鎖5つ、1、2、3、4、5。鎖の下にかぎ針を入れて細編みで、これでアーチができました。次も鎖5つ、1、2、3、4、5。で、次のこの長編み3つの真ん中、これでアーチが2つになりました。次はこの間、ここに長編み3つ、1、2、3、で、次の真ん中、こんな形になります。次またアーチ2つ、こことここ、鎖5つ、3、4、5、真ん中細編み、1、2、3、4、5。これでアーチが2つで、次は間に3つ、1、2、3、こんな感じになります。アーチ2つの後には長編み3つが1つで、またアーチ2つ、1、2、3、4、5。で、もう一つはこれでアーチが2つできたら、真ん中に長編み3つ、次またアーチ、これでスタートしたところまで編んでいきます。2周目の終わりまで来ました。今細編み1つ編んだところ、次はこの鎖の同じところ、ここに長編み1つ、これでこの部分も3つ、最初の鎖の1、2、3引き抜きます。上が2本で下は1本、これで引き抜きます。鎖1つで細編み
次はこの細編み、この3つの隣、ここに3つ、1、2、3、アーチに細編み、でここではアーチを一つにします。1、2、3、4、5で鎖の下、これでアーチが一つになりました。次は長編み3つ、次の細編み、で真ん中にこんな感じになります。次もアーチを一つにします。なのでここは長編み3つ、1、2、鎖の下、アーチを作ります。1、2、3、4、5で鎖の下、これでひし形ができています。でまたこことここに長編み3つ、アーチを一つにします。1、2、3、4、5これでひし形で、こことここに長編み3つ、3周目の終わりまで来ました。1つ目の細編みに引き抜きます。次は4周目。4周目は次の長編みの真ん中からスタートします。なのでこの糸を移動させます。このまま隣、糸を引き出してかぶせます。もう一つ移動します。かぶせます。これで長編み3つの真ん中から糸が出ました。ここからスタートします。鎖1つと細編みでマーカーで、次はこことここに長編み3つ、この細編み1、2、3で、次はこのアーチ
鎖の下、細編み、次はここに長編み3つ、次の真ん中で、ここでアーチを作ります。この長編み3つの2つ編んだら、次はアーチ、2つ編んだらアーチと編んでいきます。鎖5つ、で真ん中、これでアーチができました。で次またここに長編み3つ、ここにも3つ、アーチの真ん中、次はアーチを作ります。まず細編み、鎖1、2、3、4、5、これを繰り返していきます。4周目の終わりまで来ました。1つ目の細編みに引き抜きます。次はこの長編みの真ん中からスタートします。さっきと同じように2つ移動します。もう一つ。これで真ん中から糸が出ました。ここからここと同じように編んでいきます。鎖1つ、根元に細編み、この真ん中に長編み3つ、で真ん中細編みで、ここではアーチを2つ作ります。1、2、3、4、5で真ん中、またアーチで、次はこのアーチが2つ、次はここに長編み3つ、これでアーチが2つ。この部分はここと同じです。同じことを繰り返していきます。もう少し最初の部分だけ編んでいきます。5周目の終わりまで来ました。今鎖5つ、1つ目の細編みに引き抜きます。次またここからスタートします。2つ移動します。
細編みからで、今度はアーチを一つにします。なのでここには長編み3つ。次はアーチ。1、2、3、4、5。アーチ1つでひし形。次またここに3つ。これはこの部分と同じです。これで一周します。一周編んできました。今長編み3つ編んだところ、1つ目の細編みに引き抜きます。次またこの真ん中からスタートします。このまま隣、もう一つ隣、ここからスタートします。細編み、次はここに長編み3つ、アーチに細編みで、またで、ここに細編み、アーチ1、2、3、4、5、細編みで、ここではこの長編み3つを2つとアーチを1つ、これで同じように編んでいきます。同じことを繰り返していきます。このまましばらく編んでいきます。そこから15センチ編んできました。模様の数を数えると1、2、3、それとアーチが1つ。この長さはお好みで大丈夫なんですが、アーチが1つの状態で一旦休んで、さらにもう1周編んでいきます。今アーチが1つのところ、次はアーチが2つの周、今までと同じように2つ移動してスタートします。細編み、長編み3つ、1、2、3、細編み、次はアーチ、アーチが2つ。この時の鎖を3つにします。1、2、3で、下の鎖に細編み、また3つ、1、2、3で細編み、最後の周は鎖3つにして1周します。次もこのアーチを鎖3つ、これで1周します。で、最後は鎖3つ、1つ目の細編みに引き抜きます。これで模様編みが終わりました。次は細編みで1周します。まず
鎖1つ、根元に細編み、で次も1つずつ、1つの長編みに1つの細編み、細編みに細編み1つ、次は鎖3つに細編み2つ、細編みの上に細編み1つで、鎖3つに細編み2つ、細編みに細編み1つ、長編みに1つずつ、細編みで、鎖に2つ、1、2、細編みの上に細編み、1、2、細編みで、また1つずつ、これで1周します。細編みで1周しました。これが最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。でこの糸端を針に通して、これが1つ目の細編み。1つ目の細編みの手前から向こう、この2本の糸の下、最後の細編み、最後の細編みの上から針を入れて裏に出します。こうするとつなぎ目が目立たなくなります。で、あとは裏でほどけないように隠します。次はストラップを作りたい位置にマーカーをつけます。私は真ん中が10センチ、脇は5センチ、こっちも同じ。細編みの数を数えると、この間が12、脇は5個、こっちも5個、こっちも同じ位置にマーカーをつけます。マーカーがついたら脇からスタートします。脇につけたマーカーは必要なくなります。今の状態を上から見ると、ここが1つ目のマーカー、2つ目、3つ目、4つ目。この脇からスタートします。糸を出して細編み、これが1つ目で、次も細編み、1つ目のマーカーのところまで来ました。マーカーのところにも細編みをします。ここから鎖を編んでいきます。まず1つ目、1つ目の鎖にマーカーをつけます。裏返して、この糸が盛り上がっているところ、表から見るとこんな感じ、鎖の裏につけました。次は2つ目、3つ目、4つ目と作りたいストラップの長さになるまで編んでいきます。この鎖はあまりきつくならないように編んでいきます。鎖を20センチ編んできました。
鎖の数は25。次は2つ目のマーカーのところにつなぎます。鎖がねじれていないか確かめます。最後の鎖にマーカーをつけます。裏返して糸が盛り上がっているところ、表から見るとこんな感じ。つなぐときにはこっちが鎖、こっちが長い糸、マーカーのところに細編み、手前から向こう細編みをします。これでつながりました。次から一つに一つの普通の細編みをします。このまま反対側まで、こっちまで来たらまたマーカーのところに細編み、鎖で細編み、一つ目のマーカーのところまで編んでいって、ここで引き抜きます。鎖一つで、この一つ目のマーカーのところ、この手前まで編んでいきます。一つ目のマーカーの手前まで来ました。今足元には普通の細編み一つ、次は鎖の出ている細編み、この前後糸を出します。まずここから糸を出します。次はこの細編みの次はマーカーをつけている鎖、このマーカーのところにここから糸を出します。これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。次から一つずつ細編みをしていきます。この裏の糸が盛り上がっているところ、このままと反対側のマーカーのところまで編んでいきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。また鎖の出ている細編みの前後、ここから糸を出して、次はここからまずこのマーカーのついているところ、ここから糸を出します。次はここから一度に引き抜いてカーブができました。次からまた一つずつこのまま反対側まで、ここまで来てもここから糸を出して、次はこのマーカーのところ、ここから糸を出して一度に引き抜きます。こっちでもこのマーカーのついている鎖、ここから糸を出して、次はここからで一度に引き抜きます。一つ目のスタートしたところまで編んでいきます。一周しました。最後はまた針で始末します。少し長めに残して引き抜いて、これが一つ目の細編み、一つ目の細編みの手前から向こうで、最後の細編み上からで裏に出して、あとは裏で見えないように隠します。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。
これは中ぐらいのサイズ。こっちは小さい方。とても可愛くなっています。サイズは縦が18センチ、横は21センチ、ストラップは19センチ、使った糸の重さは90グラム、小さい方は縦が15、横が17、ストラップは15、使った糸の重さは60グラム。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。